ほら来たねおい食ったーい。ほら食ったー。水につけてあげよう。ほいほい。ありがとね。はい、皆さんこんにちは、こんばんは。ブルーブルーテスターの増井康成です。はい、今回はですね、伊勢湾をクサフでマゴチを狙っていきたいと思います。で、状況なんですけれども、魚は見つけましたよ。はい、プラ2日やって2日とも魚見つけております。ワクワクしております。ただですね、3日間めちゃくちゃ暑い日が続きました。で、水温がですね一気に上がって、地元の凄腕アングラーさんたちがこの3日間結構厳しい戦いだったみたいです。そんな中ね、こうやって一気に水温が上がった時にどういうふうに攻略していくか、どうやってマゴチを探していくか、そういうのをお見せできればなと思います。それではよろしくお願いいたします。頑張ります。はい、朝まずめです。ワクワク朝まずめ、よろしくお願いします。朝まずめは、プラでね結構魚の反応のあったエリアにやってきました。はい、三重県北中部のサーフですね。です。で、結構プラでボトムネチネチやるよりもメタシャとかそうだな、ジョルティとかの早い展開の釣りが良かったんで、それでちょっと広範囲に地形チェックしながらやっていきたいと思います。頑張ります。はい、それでは朝一1投目ですね。プラで反応が良かったメタルシャルダスの 25g いってみたいと思います。あー気持ちいい。ここ浅いな。さっきのところが掘れてる。探っていこう。ちょっと深いところを探っていこう。着底します。で、1回5回巻きます。4、5。これ5回でも3回でもどっちでもいいんですけど、僕は5回でやってます。で、巻き始める。で、これなんでこうやってやってるかっていうと、PE ってやっぱり浮力があるんで、最初のポールだとラインが浮力で浮いてて、こういう感じになってるんですよね。ここにルアーがあって。だから1回巻いて、このPE をたるんだやつをきっちりこうやって水の中に入れてあげる、この作業をやってあげる。そうすると比較的40とか50とかね、活性の高いやつは上までバーンって食い上げてくれるんですけど、60を超えてくるマゴチっていうと、やっぱりそこまでね自分のカロリーを消費してまで上にバーンって食い上げるっていうよりも、もうここを通るやつを食ってるイメージがあるんで、一回 PE をきちんと水につけるっていう作業をしております。はい、ここいい感じに掘れてるけどな。はい、というわけでちょっとここ地形変化がねしっかりコボンと掘れてるところがあるんで、ずっと歩いてきたんですけど、ちょっとここをルアーローテーションしてやってみたいと思います。こちらジョルティミニの 14g ですね。こちらでいってみます。おいしょい。
あー、首振ってる首振ってるわーい。いやー、で波打ち際がバレやすいんで、波打ち側まで来たらちょっとドラグ緩めのがいいです。うわー、やめてー。次の波でいきます。おい、悪くないじゃん。おい、バックシ、悪くないじゃん。よいしょ。もっとちっちゃいかと思った。ごめんね。よいしょ。はい、じゃあちょっとね、一回水ちゃんと押してあげてから、ちょっとお姿だけ見てもらおうか。せっかくだからね。いいっすか。いくよー。よいしょい。ほい。はい、はい、1匹目です。1匹目って言いますよ、あえてこのままがっつりどんどんいきますよ。ありがとね。サイズどうかな。もう一回ちょっと水つけてあげようか。44、50、50ちょいっすね。そうか大きく見えるけど。はい、じゃあありがとね。じゃあリリースしたいと思います。ありがとね。よいしょ。うい、はい、あー、ザバーンザバーン。ありがとね。ありがとね。よっしゃー。ロケ終了。違う違う引き続き、はい、楽しんでいきます。あー、ほっとした。いくよ、まだまだ。よいしょー、2本目。2本目。あー、さっきのよりちっちゃいね。あ、そうでもないかな。きっちり首振ってます。ちゃんと口にかかってますよ。うい、次の波でいきます。おいしょい。ごめんね、またサイズ悪いとか言ってばっくり。サイズ悪くないっすはい、2本目でございます。やっぱり同じところにいましたね。でサイズはちょこっとだけ上がったかな。50中、あー、でもこれも中盤もないか。はい、やっぱり早巻きで、中にねちょっと一回水につけながらお話しようかな。海藻のすぐ上ぐらいで巻いてくるイメージでするとヒットしてきてくれました。ありがとうね。私がですね、サーフでマゴチを狙うときに気をつけていることが2つあります。1つは地形ですね、地形で、2つは流れなんですけれども、地形がやっぱり一番大事にしているのは地形です。で、今ね2本きっちり魚を取って、見ていただいたと思うんですけれども、ずっとね、メタルシャルダスの25で刻んでいって、であれってここちょっと掘れてるなって地形に気づいて、でそこでちょっときっちりローテーションしましょうって言って、ジョルティミニの 14g で魚を引っ張り出すことができました。やっぱりああいう地形のね変化をもう本当に伊勢湾奥のサーフってもともとが 2m 3m とかしかないので、本当にねちっちゃな変化なんです。それに気づけるかどうか、そこがすごい大事になってくると思います。で2つ目の流れですね。流れ、やっぱりこれはどんな魚においても言えると思います。流れが効いている、はい、それは大事だと思います。で流れがぐっと走っているところとふっと抜けるところ、やっぱりねその際とか、その際からちょっと離れたところとか、そういうところを重点的に狙うようにしております。
さっきから僕チラチラこうやって後ろを見てるんですけど、これなんで後ろを見てるかっていうと、本当にちょこっと刻んでいってもなだらかなんですけど、深い浅いが結構ね細かい感じでこうやってなってるんですよ。だからその幅をこうやって後ろの背景でチェックしてます。どうしても海だけ見ててもね、なかなかどこが深かったかなとか思い出せないし、ああこんだけ細かいんだとか、そういうのも後ろの風景でチェックするといいと思います。はい、刻んでいこう。ここで地形の見方ですね。はい、そちらを説明させていただきます。それは全く同じことをずーっとやり続けるっていうことですね。今着底したんですけれども、ここから2、3、4、5でボトムを取ります。でここからずーっと同じリトリーブスピードでずーっと巻いてくるんですよ。ともうボトムにコンとかって当たってくるのが近いのか遠いのかとか、あれ全然ここは全然手前までルアーボトムにこついてこないなとか、そういうので地形を探ります。これを毎回違うことをしちゃうと、要はルアーの浮き上がり方が変わっちゃうんで、本当にこういう遠浅サーフとかだとね、掘れてるなって言ってもそこだけ2メーター1メーター2メーターごぼって掘れてるわけじゃないんですよ。本当にね50センチとか、50センチは言い過ぎか、まあでも50センチ60センチ70センチとかの高低差なんですけど、そういうのをきっちり探っていこうと思うと、もう全く同じことをずっとやり続ける。で潮がこう走っていたらこっちへ投げたりこっちへ投げたりせずに、まっすぐだけ投げ続けてずっとこうやって刻んでいくと、ルアーにかかる抵抗もずっと一緒になるんで、地形把握がしやすくなります。そういう風にね、あ、ここ浅いな深いなっていうのを探っていきます。で1匹目2匹目が出た時もう、あ、ここだけ掘れてるって言って、でメタ車からねこのジョルティミニに変えて2匹ポンポンと釣れたんですけど、もう本当にこういう遠浅サーフはそういう50、60、70、80、それぐらいのちょっとしたブレイクに魚に2匹とか溜まってたじゃないですか。ああいうのが読めるようになるとコンスタントに魚を釣れるようになると思います。でもうあと20分とかそれぐらいで満潮の潮止まりです。なのでね、そんなに潮はガーンと動いてないはずなんですけど、なんかこの周辺ちょっと違う気がするんだよな。ほら来たねかっこいい今のちょっとかっこいいでしょいやー冴えてるな今日。よいしょ、一緒か。がっぽり3匹目。はいごめんおいちょっと水につけてあげよう。おいありがとね、素直だな君。はい、ありがとね。ちょっとお写真ってみんなにお顔だけ見せてあげてください。はい、これもちゃんと口にかかってます。3本目。いやー素直だね君。ちょっと今の麻酔かっこよかったはい、ありがとうございます。じゃあリリースしたいと思います。はい、ありがとうね。よし行くぞ。ほい。
ありがとう。はい、お疲れ様でした。はい、朝まずめから3本かな。はい、楽しませていただきました。で、サイズもね、50ちょいくらいのやつが3本なんで、まあ、でもこれからサイズアップを狙って頑張りたいと思うんですけれども、とりあえずね、ちょっと熱中症対策ということで、一度休憩をしっかり取りたいと思います。では、休憩。皆さんご覧ください。カニさんマンションでございますこんだけ広いサーフがあるのに、ここだけこれ全部カニの穴で掘った跡がこの周辺だけあるね。こういうとこはやってみるといいことがあるかもしれません。やりましょう。ほら、食った。カニカニマンションありがとう下ビラメじゃんな、言ったやろじゃねえよ下ビラメちゃんでした。しかもスレだ。これダメだな、言ったやろじゃない。ごめんね。でも命がすごいね、溢れてきたね。ごめんね、すぐリリースするね。下ビラメちゃんです。なあ、言ったやろんとこカットじゃあね。マジか。しかもサイズいいじゃんよ。ごめんよ。すれがかりをなくそうという意識ね。できればちゃんとルアーフィッシングなんだから口にかけたいなっていう、じゃあ口にかかるにはどうしたらいいかなっていうのを考えた結果、こうやってなっちゃうのはしょうがないかなとは思うんですけれども、でもこれはスレなんでノーカウントです。はい、じゃあ逃がしてあげたいと思います。はい、もっといっぱいいっぱい釣りしたいんですけれども、日が落ちてきたんでね、これで終わりたいと思います。家帰ってビール飲むぞ。ありがとうございます。私がこの高水温期、この時に考えているのは水温です。やっぱりね、暑すぎると杭が渋る。水温を考えるにあたって私は3つ考えております。1つは流れ込みですね。大きなのはやっぱり川です。川の冷たい水が流れ込むことによって、その周辺の水温も多少なりとも下がる。それが1つですね。で、2つ目、深い、深場がある、ディープがある。やっぱりね、この伊勢湾奥サーフ、もう本当に2メーター3メーターとかしかないんです。でね、お日様もうカンカンで照らされて2メーター3メーターとかしかないとめっちゃくちゃ暑くなるんです。で、その奥にしっかりとしたブレイクがあって深場がある。そこは水温が一気に上がりにくいと考えているので、その深場きっちりそれがあるっていうのを考えております。それが2つ目で、最後3つ目なんですけれども、時間帯ですね。はい。で、やっぱり昼間デイ、お日様カンカン、水温上がると、私は夕間詰めよりも朝間詰めが一番いいなと思います。もしくはナイトゲームですね。やっぱり昼間ね、
この時期潮がきっちり動くのは昼間なんですけれども、その潮の動きよりも水温を意識してナイトゲームを組み立てることが多いです。そこの3つですねを組み立てて考えております。はい、それではねナイトゲームにやってまいりました。やっぱり高水温期はちょっとでもね水温が低いナイトゲーム朝まずめということでやってまいりました。でもうルアー何にしようかなと思ったんですけれども、デイ朝まずめの、カタクチはちょっと置いといて、メゴチとかハゼ、カニ、エビその辺を食ってるやつ、に狙いを絞ってまずはやってみようかなと思います。なのでこちらですね、シーライド30の逆付け、こちらからスタートしてみたいと思います。頑張るぞ。よし行くぜー。夜は涼しい当たり前。おお、嘘一投目あれ魚と思って聞いちゃったよ。聞いたらグググだってまさかそんなことはないよと思って、でもちょっと聞いてみたらグググググってよいしょ。うい、お口開けて、よし、とりあえず水つけてあげます。イエーイ一投目。はい、フック外れちゃった。はい、これもちゃんと口にかかって、おー、でもあれだね、このフロントが口にかかってるって初めての食い方ですね。はい、1投目1匹目、しかもシーライドですね。今回狙いがちゃんとはまったのかな。やっぱりナイトです。水温が低い時。じゃあすぐリリースしてあげたいと思います。よいしょい。はい、首振っとるよ。ずれたごめんなさい悪くなかった悪くなかったね。で今ナイトでこのシーライドのこのねスローな釣りで食ったんですけれども、ナイトだからスローに反応したとかそういうのは僕はあんまり関係ないかなと思ってます。ナイトでも普通に早巻きで、こっちでいうね伊勢湾奥でいう早巻きでも普通に釣れますし、その辺のリトリーブスピードに関してはそんなに関係ないかなっていう印象ですね。さあ朝まずめやってまいりましたね。ワクワク朝まずめ。ただあれ以来魚が出ていませんバラしちゃいましたどうなることやら。いいとこ入ったんじゃないですか。もう朝まずめすごいいい時間帯になってきたので、こういう時はちょっとね判断を早くしていきたいと思うので、巻きの釣りに変えていきたいと思います。ジョルティミニの 14g 頑張れ。うわー食ったーいうわーい首振ってるよー
あ、ちっちゃい。滑ってきた。あ、潜った。ちっちゃくないのか。どっちだ。やっぱりね、これだけ暑い日が続くと朝まずめないとなのかな。おいおいおい。一回ちょっとお水つけようかな。はい、おはようございます。おい、はい、ありがとう。よいしょ。ね、昨日昼間あんなに頑張ったのにね。ね、面白いですね。やっぱこんだけね、暑い日が続くと夕まずめじゃなくて朝まずめの方がいいかもわかんないですね。面白いですね。じゃあ引き続きやっていきたいと思います。よいしょ。マジ。そして何が食った。回収で何が食った。ウェーイ。回収でわい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 。わかし釣れた釣れた。ありがとうです。新しい魚種が釣れると嬉しいですよね。サーフゲーム魅力の一つですね。はい、お疲れ様でした。暑かったですね。暑かったですね。夏ですね。はい、夏ということで高水温どう攻略するかということで、もうちょっとね、本当はお魚見せたかったかなと思うんですけれども、今回マゴチだけじゃなくてワカシもちょっとちっちゃいですけどね、青物釣れたし、シーライドでも釣れたし、ジョルティミニでも釣れたしね、地形変化、そういうところにねローテーションして魚食ったよとか、そういうのをお見せできたから良かったかなと思います。それでは最後までご視聴いただきありがとうございました。